こんにちは、オセロだよ。今回は GBASP に USB Type-C を導入していこうと思うよ。通常であれば専用の充電ケーブルとイヤホン変換ケーブルを使う必要があるのだけど、一般的に入手できる USB Type-C へ置き換え、利便性よくさせていくよ。それじゃカスタマイズしていこう。普段使用している GBASP を使ってカスタマイズしていくよ。分解についての詳細説明については過去にアップしている動画を参照してね。今指をさしているコネクタを USB Type-C へ交換していくよ。通常であれば専用の電源ケーブルを使って充電させる必要があるね。さて、今回のカスタマイズで準備した部品は画面に映っているようなものになるよ。 USB Type-C がついている基板と外装の隙間を埋めるためのプラ部品の2点だけだ。購入先などについては後ほど紹介させてもらうね。それでは早速分解していこうか。基板のみを取り出すことができたら、今回カスタマイズさせるのが先ほど説明した充電ポートになるよ。今指をさしている部品だね。基板にある充電ポートを取り除いて先ほど紹介した部品へ乗せ替えていくよ。カスタマイズの内容としては以上になるんだけど、実際にどのように部品を取り外していくかを説明しようか。充電ポートの取り外し方についてだけど、表面についてはすっぽんとハンダ吸い取り線を使ってハンダを除去していくよ。今ピンセットで刺している2箇所にハンダを流し込み、すっぽんを使って除去させるよ。裏面についてはハンダ吸い取り線でハンダを除去した後、充電ポートを持ち上げて外していくよ。一部始終については等倍速で紹介するので参考にしてみてね。それでははじめに足の2箇所にハンダを流し込もう。これを行うことによってすっぽんによる除去が楽になるよ。低融点ハンダやホットガンを用いた手法もあるけれど、今回はすっぽんとハンダ吸い取り線だけで作業していくよ。続いてすっぽんで除去していくんだけど、1回で吸い切れない場合は数回に分けて吸い取ろう。すっぽんの先がシリコンのものであれば画面のように小手先に触れても問題がないので便利だよ。小手先で流し込んだハンダを十分に温めてからすっぽんで取り除くのがコツかな。すっぽんである程度ハンダを除去することができたら、ハンダ吸い取り線で残りのハンダを丁寧に除去しよう。ハンダ吸い取り線はあらかじめ吸い取り線と除去したい箇所にフラックスを塗布しておくと吸い取りやすくなるよ。画面のように充電ポートの足を穴の内側に少し入れて基板に残っているハンダと距離を取ろう。そして再び吸い取り線でハンダを除去するよ。目視で除去できているか確認してから裏面へ取り掛かろう。裏面についてもハンダ吸い取り線だけで十分だよ。周辺に細かい部品があるので小手先が触れないように注意しよう。
ある程度ハンダを除去できたら充電ポートを掴んで取り外していくよ。無理やり取り外すと基板のパターンを傷めてしまうので慎重に作業してね。画面では指で充電ポートを除去しようとしたけどやけどの原因になるので工具などで挟んで取り外そう。取り外すことができたらこのような状態になるよ。パターンが剥がれていないことを確認しておこうね。次に USB Type-C の部品を基板へ位置合わせしてハンダ付けしていこう。こちらも等倍速で紹介するので参考にしてみてね。ここでは位置合わせをするため1箇所のみにハンダ付けを行ったよ。基板のパターンとずれている場合は根気よく位置合わせをした上で本付けに進もうね。私は画面のように基板を立てながら全てのパターンにハンダ付けしたよ。ハンダのノリが悪い場合は適時フラックスを塗布してあげてね。また各パターンとブリッジしないように注意しよう。ハンダ付けを終えたら基板を清掃してハンダ付けの状態を肉眼で確認しようね。基板へのハンダ付けが終えたらあとは逆の手順で組み直すだけだ。組み直しについては早送りでお送りするけどいつもの通り各要所については等倍速で解説するのでご安心を。それでは分解の逆の手順で組み戻していくよ。基板を外装へ組み付けできたら隙間を埋めるためのプラ部品の組み付けを行おう。プラ部品は画面のようにカタカタする状態になるよ。裏側の外装と組み合わせると固定されるので安心してね。組み付けが終えると仕上がりはこのような状態になるよ。ある程度組み付けができたら動作確認をしておこう。バッテリーを組み付け USB Type-C のケーブルを準備して充電できるかを確認しよう。 GBASP の LED が点灯すれば組み替えは無事に終えている証拠になるよ。 LED が点灯したことを確認できたら GBASP の組み戻しを進めよう。 LED が点灯したね。異常はなさそうなので最後まで組み戻していくよ。もし LED が点灯しない場合は今一度ハンダ付けした箇所をチェックしてね。すべての組み戻しが終わったところで最終動作チェックをしていこう。 USB Type-C のケーブルで充電できていれば OK だ。画面の通り無事に LED が点灯していることから組み付けは問題ないようだね。これで専用の充電ケーブルを準備する必要がなくなったのでとても便利になったよ。また
このタイプ C については100円ショップなどで販売されているイヤホンへの変換ケーブルを用いることでスピーカーなどへ出力することもできるぞ。試しにスピーカーを準備してみたのでこちらに音声を出力させてみようか。 GBA の電源を入れ出力させようとしているけど分かりにくかったのでメイドインワリオのゲームソフトを使って音声を出力させてみることにしたよ。ちょっと音が大きいけれどこのような感じでスピーカーに出力させられるよ。音声出力についてもタイプ C の変換ケーブルを使って出力させることができたので今回のカスタマイズは完了だ。いかがだったかな。今回のカスタマイズは特段難しい作業ではないと思うよ。専用の充電ケーブルとイヤホン変換ケーブルから一般的に入手できるタイプ C への置き換えは非常に便利だね。それでは最後に今回カスタマイズで使用したアイテムを紹介するね。今回はファニープレイングさんから画面のようなアイテムを入手したよ。海外からの購入になるので入手するのは少し大変になるけどチャレンジしてみてね。国内では秘密のばさんから似たアイテムを入手できるよ。国内販売されているものだからスムーズに入手できるね。各販売ページについては概要欄にまとめているので確認してみてね。この動画が面白かった、参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をしてね。私のモチベーションが非常に上がります。嬉しくなっちゃいます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。